皆さんこんにちは、ぐっち夫婦のしのです。今日はフライパン一つでできるパエリアをご紹介します。パエリアって結構難しいのかなっていうふうに思うのかなって思うんですけれども、割と簡単で冷蔵庫にねある野菜でパパッと仕上げられるので、皆さんもねこれからのパーティーシーズンとかにもね簡単に試していただける一品になるかなと思います。今回ねウインナーとベーコン、これねタンパク源が冷蔵庫にあったのでこれを使うんですけれども、例えば鶏もも肉ですとかシーフードミックスでも簡単にできるのでね、ぜひ試してみていただきたいなと思います。はい、じゃあ始めます。スタート。ではね、まず野菜から切っていきます。はい、じゃあね、ニンニクからね、ニンニクはみじん切りにします。芽を取ってね、みじん切りにしてください。でね、芽の取り方ね、何度かね、YouTube でもやっているんですけれども、この両端を落として、で、ここの真ん中のところに貫通させる。入れて、こうすると出てきます、芽が。でね。こういう風にしてね抜くとね簡単に取れるかなと思います。でね、今日はねみじん切りするだけなんですけれども、このままね輪切りにしてニンニクチップス、ガーリックチップスかにしてもねこのやり方だと簡単にできるのでね、ぜひ試してみてください。じゃあねみじん切りにしていきます。いろんなやり方があるんですけれども、少し奥の方を残してザクザクと刻んじゃいます。まあそんな神経質にならず、まあ細かくなってれば大丈夫。はい、OK です。続いて玉ねぎをみじん切りにします。玉ねぎね、今日1/2個使います。あらかじめ皮を剥いてあります。芯を落として、落とさなくてもいいんだった。よし、上のね皮のついてるところ落として、これもね同じような感じです。ザクザクと粗みじん切りで OK。 やっぱりね玉ねぎとニンニクはね入れた方がいいです。玉ねぎ入れるとね甘みが出るのでね、より食べやすいパエリアになるかと思います。そしてニンニクはやっぱりニンニクねガツンとしたね香りがまたいいんだよね。食欲そそる香りなのでね、ぜひ玉ねぎとニンニクはねどんな具材が一緒でも入れていただきたいです。こんな感じでねザクザクと切っていきます。目が痛いです。ザクザクとね切り進めていきます。はい、ざっくりとね粗みじん切りがねできたらこれで OK です。はい、じゃあ続いてね他の野菜も切っていきます。パエリアに彩りはね欠かせないのでね、このパプリカ切ります。パプリカは少しこの白いところをね取った方がね綺麗に仕上がるのでね、白いところは股のところね少し包丁を寝かして上下にスライドして切りながら縦にススッと切っていきます。でパエリアとかピーマンとかって外の皮が少し張りがあって硬いので、こちらを下にしてねこの包丁の先端の部分を少し立ててスッと引くようにして切るとすごい切りやすいかなと思います。よし、そしてミニトマト、これはねもうヘタを取ってるのでねこのままで洗って使ってください。そしてパセリ、これは彩りに使います。もうね絶対この野菜じゃなきゃいけないっていうわけではないので、冷蔵庫にあるカラフルな野菜、それをねこう集めてきて好きにのせてお好みの味に仕上げるっていうのはねすごい楽しいのかなと思います。今日はね緑色の野菜としてねパセリを入れていきます。なので緑があって黄色があって赤があって、そしてタンパク源ね、これがあるとご飯の上に乗った時にもね華やかになるのでね、少し色を意識してね選ぶといいのかなと思います。緑色の野菜はねパセリの他だったら何がいいかな、インゲンとかあとアスパラとかもいいね。ちょっと変わったところで言うとなんかローズマリー風味とかにして
ローズマリーを最後に入れてもいいと思うし、バジルとチーズ、トマトとかで少しカプレーゼ風とかにしてもね面白いのかなと思います。続いてウインナーとベーコンも切っていきます。もうね大きさ特にねお好みの大きさで大丈夫です。斜め切りの3等分です。ウインナーとかねベーコンとかね旨味のある食材が入るとパエリアのご飯の味にギュッとね旨味が染み込んで美味しく仕上がります。でベーコンは1センチ幅に切ります。はい、OK。はい、じゃあね続いてフライパンで早速炒めていきます。もうね切って炒めて煮ていくだけだからパーティーの時とかねフライパンで作ってちょっと置いておいて他のサラダとか作って最後仕上がりに一緒に出すっていう風にもねできるのでね本当に手軽です。はい、火加減ね最初弱火です。オリーブオイルだいたいねもう全部浸るぐらい大さじ1ぐらいにんにくを入れます。木べらでにんにくとオイルをねよくなじませます。でねにんにくがよくねぐちさん言ってるかなと思うんだけれども、オイルの外にねにんにくが出て焦げてしまうと苦味のね原因になるのでね、しっかりこのオイルの中ににんにくを入れてなじませる、これはねしっかりと行いつつ弱火でじっくりちょっとね待ちます。でじっくりじっくり丁寧にね炒めてあげてください。香りがしてきた。だんだんねこの大きい泡が小さくなってくるのでね、にんにくの水分が油の中に出てっています。はい、にんにくのね香りが立ってきたら続いてねこちら玉ねぎ入れます。最初にね玉ねぎとにんにくをねしっかり炒めるようにしてください。油にねしっかりなじませて火加減はね中火で玉ねぎがね少し透明になってくるまで炒めていきます。そしてね今日はねここにねお米を合わせます。これね今日フライパンなんですけどホットプレートでも大丈夫。ちっちゃいホットプレートでもね蓋付きだったらいいね。綺麗に炊き上がります。はい、玉ねぎがね少ししんなりしてきたところでここにねお米を入れていきます。今日2合です。2合で4人分4人前ぐらいかな。お米はすり切りにしてしっかりね炒め合わせていきます。にんにくの香りがついたオイルをよくお米に絡ませていきます。でね、パエリアって本当はサフランで黄色い色付けをしていくんですけれども、今日はね家庭で簡単にできるのとお子さんも食べやすいようにねこちらのカレー粉をね使って仕上げていきます。でねお米は洗わずに先にこうやってオイルでコーティングすることで水分が中まで入りすぎなくてちょうどいいねアルデンテに仕上がるのでね、ちゃんとお米をねこうオイルでねコーティングするようになじませて炒めてあげてください。でこのぐらい透き通ってきたら水とコンソメと具材を足していきます。はい、じゃあねお水入れます。お米が透き通ってきたところでお水入れて、そしてコンソメ、味のベースね、コンソメです。そしてカレー粉、小さじ1。カレー粉の量はね、スパイシーなのがお好みな方はもう少し増やしても大丈夫ですけど、お子さんも食べれるぐらいはね、小さじ1かなのぐらいがいいかなと思います。でね、よーくカレー粉とコンソメを溶かすようにして混ぜていきます。コンソメはね今日固まっている固形のものを使ったんですけれども、顆粒でも大丈夫です。はい、このようにねカレー粉とコンソメが溶けました。そしたら一回ね沸騰したら具材をのせて蓋をして蒸し上げます。もうパエリアの色だよねこれね、すごい綺麗な黄色。沸騰してきました。
では一度火を止めて具材をのせます。ベーコンまんべんなくね盛った方がね後ほど炊き上がった後にみんなでねこう分ける時にちゃんと具材がまばらにいくのでね、まんべんなくのせてあげてください。そしてウインナーね、少しね放射状にのせるのがね本場のパエリアと近いのでね、少し放射状を意識してのせるといいかもしれません。はい、まだあったね。はい、そしてパプリカね。パプリカ。黄色はレモンとかでもいいよね。こうやってのせるのをお子さんと一緒にやってもいいかもしれないですね。はい。多かったかな。はい、そしてトマトをのせて、かわいい。クリスマスにもいいね。ちょっとしたおもてなしにもいいかなと思います。これで OK。そして蓋をして火をつけて、はい、炊いていきます。火加減はね弱火にしてください。はい、じゃあね炊き上がりました。見てみましょう。いくよ。よいしょ。おー、美味しそう。すごいふっくら、ね、塩コショウでね味を整えます。塩と粗挽き黒コショウ、そして刻んだパセリ、彩りでかけます。おー、きれい。よし。はい、OK。はい、こちらでねフライパンで作る簡単パエリアの完成です。すごいきれい。はい、できました。それではねいただきます。すごい、もう見て、見た目がねパエリア、カレーの色なんだけどね、見た目バッチリパエリアです。あ、すごいいい香り。いきます。美味しい。しっかりねウインナーとベーコンの旨味がお米に染み渡っていて、ほのかにふわっというね香りのカレーの香りがねすごい美味しいです。ウインナーも食べよう。これはねみんな好き。うまい。美味しい。お米も柔らかすぎなくて、少しねなんていうの、少し芯が残ってるというか、それがねまた食べやすくてね美味しいです。これねフライパンで仕上げてそのままね食卓に出せるのでね、華やかな食卓をねできるかなと思います。今日はねウインナーとベーコン乗せましたが、鶏肉でもシーフードミックスでもお好きな野菜とね具材を乗せて作ってみてください。このレシピを作ってみたいな、美味しそうって思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてコメントで皆さんの作ってほしいというご意見を募集しています。ぜひねコメントにも気軽に書いていただければなと思います。それではまたね。バイバイ。